戊辰戦争と迅翔隊の大隊司令板垣退助の活躍。イントロダクション。戊辰戦争は日本の歴史上重要な転換点となった戦争です。その中で、板垣退助は迅翔隊の大隊司令として、大きな役割を果たしました。今回は、板垣退助の戊辰戦争における活躍について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で詳しく見ていきましょう。板垣退助とは、板垣退助って誰なのだ。なんで戊辰戦争で大事なのだ。板垣退助は土佐藩、現在の高知県出身の武士で、後に自由民権運動の指導者として知られる人物よ。戊辰戦争では薩摩藩や長州藩とともに新政府軍の中心として活躍したの。特に陣という部隊の大隊司令として重要な役割を果たしたのよ。へえ、そうなのだな。でも陣って何なのだ。陣は戊辰戦争で新政府軍の主力部隊として編成された部隊なの。主に土佐藩の兵士で構成されていて、板垣退助が指揮を執ったの。彼らの活躍が戊辰戦争の勝利に大きく貢献したのよ。板垣退助の戊辰戦争での活躍。じゃあ板垣退助は戊辰戦争でどんな活躍をしたのだ。板垣退助の活躍は多岐にわたるけど、特に重要なのは鳥羽・伏見の戦いと会津戦争での役割ね。鳥羽・伏見の戦いって何なのだ。鳥羽・伏見の戦いは戊辰戦争の開戦となった戦いなの。1868年1月に京都近郊で起こったの。板垣退助率いる陣はこの戦いで旧幕府軍を撃退する大きな役割を果たしたのよ。すごいのだ。もう会津戦争って何なのだ。会津戦争は戊辰戦争後半の重要な戦いよ。会津藩は旧幕府側として最後まで抵抗を続けたの。板垣退助はこの会津攻めでも陣を率いて活躍したの。特に難攻不落と言われた会津若松城の攻略に大きく貢献したのよ。板垣退助の戦略と指揮能力。板垣退助はどんな戦略を使ったのだ。板垣退助は西洋式の軍事戦略を取り入れた近代的な戦い方を採用したの。例えば迅速な機動力を生かした攻撃や精密な銃撃戦術などを使ったの。へえ、すごいのだ。でもなんで板垣退助はそんなに優れた指揮官だったのだ。板垣退助の強みは冷静な判断力と決断力、それから部下たちからの信頼よ。彼は常に前線で指揮を執って部下たちと同じ危険を共有したの。これが陣の強い団結力につながったのよ。板垣退助の戊辰戦争後の人生。戊辰戦争が終わった後、板垣退助はどうしたのだ。戊辰戦争後、板垣退助は政治家として活躍したの。特に自由民権運動の中心人物として知られているの。板垣シストも自由は施設という有名な言葉を残したことでも知られているのよ。へえ、戦いだけじゃなくて政治でも活躍したのだな。すごいのだ。そうよ。板垣退助は武人としても政治家としても日本の近代化に大きく貢献した人物なの。彼の生涯は日本の激動の時代を象徴しているわ。まとめ。板垣退助は戊辰戦争において迅翔隊の大隊司令として重要な役割を果たしました。鳥羽伏見の戦いや会津戦争での活躍は新政府軍の勝利に大きく貢献しました。彼の優れた戦略と指揮能力は日本の近代化における軍事面での進歩を象徴しています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。